はい、今回並べていくのは、2026年ユースワールドチャンピオンシップのグループ A、黒が中国のジャオユンさん、ちょっと正確な発音わかりませんが、ジャオユンさん。白が韓国のヘオジョンビンさん。ちょっとこちらも正確な発音がわかりませんので、ご容赦ください。で、ユースワールドチャンピオンシップのグループ A というのは、ちょっと正確なレギュレーションを忘れたのですが、おおむね20歳以上から25歳までかなだと思います。で、このお二方、黒のジャオさんは、中国の若手の中でも、確かブリッツの対局ですごく強いということが知られているプレイヤーでして、若手最強格の一人ということと、白のね、韓国のビンさんは、去年の世界選手権にも出られた強豪ですね。なので非常に楽しみな一局となっております。あとね、この対局に関しましては、私が単純に戦型がね、ちょっと興味があって、並べたいということもありまして、採用させていただきました。それではよろしくお願いします。で、早速ですが、戦型は1、2、3となりまして、4、5という形ですね。この形は現行の公式ルールであるタラ口点というルールがあるのですが、それになってから初めて採用され始めた形でして、ソフトの評価値だとおおよそ互角ということになっておりますが、私の印象だと実践的には黒の方がやりやすいのかなっていうふうに見られてるかなって思います。やりやすいっていうのは、その形勢が有利とかじゃなくて、黒の方がその作戦選択権があって、で白がそれを対応しなきゃいけないっていう戦型っていうイメージがあるんですけど、なので、基本的には黒の方が多分打ちやすいって見られてる中で、白がどういう風に対応していくのかっていうのがね、結構楽しみな形ですね。というわけで見ていきましょう。で、6っていう手は、これ定石の手なんですけれども、打ちがちなのはこういう手なのかな。こういう手を多分やりがちっていうか、何も考えずに打つとね、こういう手が多分直感で出てくるんですけど、いや、これ今見て思ったけど、これどうするんだろうね。なんか、多分ダメなんでしょうけど、だから私の感覚だと、これが特に何を残しているわけでもないから、例えばだな、例えばこういう手を打つんじゃないかなっていう気がするんですけど、これで例えばね、なんかこういうようなね、手とか、こういうような手で受けてくれると、こうとか、こうとか、これだったら、こういう手とかでね、白が先行することができて、ちょっとね、白としては打ちやすいのかなって思うんですけど、この白6の瞬間が何もないので、こういうのは多分、黒から何かいい手があるんでしょうと思いながらも、ちょっと一瞬ソフト見ます。あんまり間違ったこと言えないので。えっと、そうですね。やっぱりこうするみたいですね。これがね、なんか連2つ作るシンプルな手で、ちょっとね、大変そうだなっていう気がします。わかんないけど、こういうのだったら、こういうのでいいでしょうし、いいのかな。多分いいと思う。こっち側を止める分には、やっぱりこれもこういうので、黒の方が一手勝ってそうな印象がありますね。ちょっと厳密なことは、ちゃんとね、検討してみないとわからないし、黒の方が勝ってそうとはいえ、実際にじゃあ勝ってみろって言われると難しいっていう可能性は大いにあるんですけど、多分そういう感じです。ですので、かといって、こういうような手を打つと、この1と3のレーンは止めてるんですけど、これはどういうことかっていうと、多分あまりにもこの一手がきつすぎるっていうことで、その間を取っていこうということですかね。これは、今すぐにここに3を引かれるのは、そんなに痛くないと。こう止められればね、
白の方が先手を取れるんで痛くないということで、そして黒はこうなりました。黒もレーンを作るっていう考え方ですと、こういう手がね、思いつくかもしれないんですけど、これどうするのかな。パッと見は、こうとか打たれると大変なんじゃないかなっていう気がするね。で、いや、でもどうなんだろう。そして、こうなって、そして、こうして、こうしとくぐらいで、これだと黒がいいのかな。ちょっとこれ自信がないな。ちゃんとした情報を渡せる自信がない。あるいはこう止めとくとかいうのも全然ありますが、これだと、ひょっとしてこういうのでいきなり詰まされちゃう可能性があるので、ここ全部素通しなんでね、これ多分詰まされちゃってるかな。なので、ちょっとこれは確認しますか。なるほど。これは合ってるっぽいですね。こうして、こうなって、こうして、こうして、こうなるんですけど、どうやらこの局面が結構大事みたいで、ここで対応を誤ると白はちょっとね、ダメっぽいですね。これ何が大事かっていうと、黒から、こうして、こうして、こうして、一回3引いたり、引かないかもしれないけど、引くんだったら、こうなって、こうするみたいな。とにかく23から25までで相当攻めがつながるので、で、止めてこうすると。っていうのが来ちゃうと、いきなり黒が勝っちゃいますよという手があるので、つまり、この15から17っていう手を許しちゃいけないんですね。っていうことで何をするかっていうと、白としてはこうしますと。こうすることによって、これ単純明快なんですけど、飛び石から3手したときに、ここです。3でこう先手を取れるようにしてるわけですね。こういうのはね、よく説明してる方は思いますが、こういうのは牽制というテクニックで、連中では必修でございます。皆さんも覚えていただければ、多分ね、使えると思います。というわけで、黒7のような手は、ちょっと白がね、先手の取り合いで1手勝っちゃうということで、これ打てないということで、こちらから止めて、で、こうされると白からも早い攻めがないので、こうしておくというのが定石となりますかね。で、こういう局面のね、考え方は難しいんですけど、結構落ち着いた局面になるので、お互いに相手の打ちたいところをね、こう締めながら、勢力を拡大していくっていうことを目指すことになるんですけれども、白の打ちたい手っていうのは、例えばこういう手とか、あとはこういう手なんですね。なので、黒としては、白の打ちたい場所に先着をしながらレーンを作りました。これ結構大事な呼吸で、別に序盤に限らず、相手の打ちたいところをうまいこと消しながらレーンを作って、先手を保つっていうのがね、このゲームではね、よくある考え方でして、少なくともそういう感じの手を打っていれば、最善ではないにしろ、明らかに悪い手を打つことはないっていう傾向がありますね。で、同じように白も、例えば単に止めるだけだったら、こういう手なんですけど、この白10っていうのは、確かに、11、12とかね、こういう手が入ればいいんだけど、ここに入るまでに、明確に1手猶予があるので、黒から、この瞬間にいろいろ、打たれるリスクがあると、11とか、11とか、具体的にどこが最善かっていう話はね、結構難しいんですけど、なので先行されちゃうので、こういう白10は危険であるということで、白も黒に先に攻められないようにこちらを打ちますと。そして、この手自体は、次に3から3という非常にシンプルな手を狙っているのと、あとは、飛び3から3して、こういうような手ですかね。
を狙っていたりとか、まあ場合によってはこちらから打っていくとかいう手をね、睨んだ手ですので、それを同時に受けるということで、黒もこうしますと。黒もこのように打ちます。まあこのあたりはね、お互いに先手を取り返しながらの序盤ですね。で、この黒の11っていう手も放っておくと、こう13から15でもういっぱい繋がるので、まあ、白はこれを受けなくちゃいけないということで、まあ、こうやって止めますと。で、これも放置すると、まあ、早い攻めだったら、このラインが使えるかどうかっていうのもありますし、まあ、すぐに何かをやるっていう意味ですと、まあ、こういうのはね、まあ、ちょっと一瞬後手引くんですけど、形を整えていくっていう手があるので、まあ、黒から有効打を出せなければこれで戦えるでしょうということで、まあ、この12というのがいい手になりますね。で、黒も、そういうの嫌いまして、13と止めました。この、定石的な話をしますと、多分人間の素朴な感覚としてはね、こちらの方が、目につくと思うんですけれども、これだと、こう止めるのが、こう手順にね、レーンを作りながら止められるのが、ちょっと尺なのかな多分。なので、よくある定石ではね、こちらを止めてますね。このあたり、ちょっと私のこの形でのね、解像度が低すぎて、なんでね、こちらの方が最善かっていうのをあんまり理解してないんですけど、まあ、多分、こういう場所、白14みたいな場所になんか、手順に入れさせたくないっていうか、まあ、例えばこれでこうだったら、まあ何でもないから、この時に好きな場所打てるからいいんだけど、これでこうだと、まあ好きな場所打てるっちゃ打てるんだけど、ちょっとね、なんかこういう場所とか、こういう場所に先手で入られる余地があって嫌だよね、みたいな。あとは、もしかしたら、白にこう先手を取るっていう猶予があるんだったら、まあ、こういう手とかでね、体勢を整えられちゃうっていうのが、まあ、黒からすると多分気になる手なのかなって思いますね。で、そういうのを阻止しようと思うと、多分こちらの方がいいのかな。これ口から出まかされ言ってるんで、ちょっと正しいとは限らないんですけど。で、この手に対しまして、白14がこうなりましたと。で、このあたりは、まあ、これ、AI でね、解析するとね、すぐ出てくるんですね。まあ、なので、お互いは、まあ、当然、若手の最強格同士の戦いということで、このあたりはもう研究してるわけですね。まあ、なので、当然知ってると。まあ、どこまで研究してるかってわかんないんですけど、で、15、16となりました。で、これがね、話すと難しいんですけど、この黒15っていうのが結構急所で、なおかつ、黒15に対して、白16って止めるっていうのがね、大事だっていうのが、私のこの形に対する多分知識の全てなんですけど、だからこの以降のことを何も知らないし、この手順一本道しか知らないみたいな、すごい何も知らない状態でこの記号を並べていると言っても過言ではないんですけど、まあ、なので、ちょっとこの形に詳しくなりたいなと思って、今回ね、選ばせていただいたという経緯がございますが、このなんかね、まず15っていう手が割と直感的に浮かびにくいかもしれなくて、まあいろいろ選択肢はあると思うんですけどね、別に黒は、ここじゃなくてもいいのかもしれないね。ただ白はなんかここじゃないといけないみたいですね。いや、こういう手がね、瞬間気になるから怖いけどね、だってこれ3つ作ってるからね、3つ作ってる手が有効だの可能性すごい高いから、まあかなり怖いんだけど、あとはこういう手とかね。これも3つ作ってますからね。横、縦、斜めで。まあ、なのでかなり怖いんだけど、この白16っていうのがこの黒15を止めるための厳密に言うとほぼ唯一の手ということで、知られております。なんでかっていうのはよくわかりません。よくわかりませんっていうか、多分調べれば、これがこうでこうでっていうのはわかるんですけど、ちょっと今は説明できませんが、で、
私の記憶だと、なんとなくね、黒17ってこうしてる印象があるんですけど、本譜はこうなってますね。全然これも有力な手の一つには見えるな。でもこれ早くもどこ止めようかよくわからんみたいな感じなんですけど、一旦怖い攻め筋っていうのは、例えばね、こういう手を打ったときに、飛び3から3手打たれて、3手打って、この3が来たときに1回こう受けられるから、そんなに緊急性がないかもしれないっていう話があるんですけど、例えばこうなって、黒がね、ちょっとまずい形で言いますと、こうなって、こうして、こうなって、こうして、こうなって、こうして、こうして、こうなって、しおいがちというのがね、その、黒からの、パッと見える狙い筋ですね。なので、例えば、23をこちらに止めたときは大丈夫なのかとかいう話をね、考えるんですけど、これは、こうなって、こうなって、これどっち止めても、こうして、こう。こっち止めても、こうして、こう。なので、18みたいな手を打っちゃうとまずいのかな？これ詰んじゃってるかな？ちょっと厳密な検討してないんでわかんないんですけど、でもこういうなんかね、飛び3から3でグワーってやってくるのが、パッと見える怖い筋なんですよ。なので、それをどうにかうまいこと受けたいな、みたいな。で、こういう時に、よく出てくる手筋としては、例えば、ここ受けちゃえば、この3から3っていうのが止まってるよね、とか、こう受けちゃうと、ここ連作ってるから止まってるよね、みたいな。黒の攻め筋が直接止まってるよねっていう話があるんだけど、ただ、さっきの攻めが止まっただけで別に他のが素通しだからな、みたいな話があり、ちょっと判断が難しいんですよね。で、本譜何をやってるかっていうと、18って打って、で、これで本当に止まってるのかどうか私はわかんないんですけど、例えば、ここでこうやるとどうなるのとかね、そういう話とかね、全然分かってないんだけど、でも多分、打ってるってことは大丈夫なんですかね。自信なくやらないと思うからな。こうして、この17とね、15のレーンを止めてるから結構安全っていうことかな。本当かこれ3してって思ったけど、3して資産があるんですけど、3の瞬間にここ打つとか、場合によってはこっち打って四死金にするみたいな感じで耐えてんのかな。よくわかんないけど、耐えてるかもしれない。ただ、こうして、こうされて、なんか負けてるな。黒勝ってるな。だから、ちょっと厳密な受けをちゃんと検証しなくちゃいけないかもね。これで大丈夫なのかとか、本当に大丈夫かこうした時にこれで耐えてるこれがなんでかっていうと、ここに3を打つと、ここに3があるので、この筋で耐えようっていう話されてるのかなこうでそうっぽい感じがしますね。いや、わかんない。今のところ、出まかせしか言ってない可能性がある。けど、なんとなく、そういった具合でしょうか。というわけで、18に対して、本場直接勝ちは見込めないだろうと多分思ったんでしょうね。一回こう、19と止めておいて力を貯めますと。これも全然ね、有望な手で、この18と16っていう手を止めながら、この13からつながるレーンを作って、なおかつ、この3をね、ちょっと、より
活かしやすくしたという意味合いがありますね。この3をすぐに決めるかどうかは置いといて、こうとか、黒からね、こういう手がちょっと迫力が増すんで、黒はじっと力を貯めた手ということになりますね。で、この局面がね、個人的にはどうやって受けるかかなり悩ましいっていうか、自分が打ってたら絶対間違えそうだなって思うんですけど、パッと見えるのは、こういう手なんですよね。パッと目につくの。こういう手とか、こういう手がパッと目につく。やっぱり、これがあまりにも気になるから、この3から3っていう数字を消すっていうのが、パッと思いつく受けなんですけど、本譜はね、それをやらないでね、こうしたんですね。いや、これすごい手だなって思って、これ、つまり、これ素通しなんですよ。この3から3っていうの素通しで、で、ここも一回当たるとはいえ、ラインは通ってるんですよね。この3で一回止めなくちゃいけないんだけど、これも飛び3だから、一回通ってるし、この二重自体が特に何があるわけでもない。何があるわけでもないってわけじゃないか。例えば、こういうようなことをやってしまうと、一見すると何でもないようなんですけど、あれかな、こうされちゃうのかな、こうなって、こう止めて、こうやって打って、ここの三々金を狙うとか、こう打って、ここの三々金を狙うっていう手があるんですね。なので、ちょっと間接的な攻めの仕方なんですけれども、この22という場所に飛び3を打ったりとか、この3を打てるから、この20っていうのがギリギリ攻めの速度で間に合ってるよと、反撃として成立してるよっていうのが狙いだと思いますね。で、こうなっても、こうだったら1回3で取れるから多分耐えてて、こうだったらこうしておけばいいっていうようなことだと思います。いや、でもすごい手だな。これ実戦だったら私この18から20って打つ組み合わせ打てる自信ないですね。で、この白20っていう手は、縦のこの連と斜めの連を使ったギリギリの受けなんで、相手に有効打はないですよっていう超ギリギリの反撃をしてるっていうことで、いや、これが決まってるんだったら、白かなり気持ちいいなっていう感じですね。ただ、実践的にはっていうか、形勢がどうなってるかはちょっとわかんない。これ、あれだな、この棋譜全体並べ終わった後に、ここだけちょっと形勢の数値見ときたいな。というわけで、次の手。何をやってるかと言いますと、21、22、23と打ちましたね。これは判断が難しいんだけど、ちょっと、なんていうか、受け気味っていうか、ちゃんとした優位を確立することを諦めて、白の手を消しながら何かをやりに行こうとしたっていうことなんですけど、若干消極的かなっていう気がしますね。ただこれがいい手なのか悪い手なのかっていうのは結構全然わかんない。難しい。ただ、こう打たれたとて、白も何をしていいかっていうのはかなり難しい。黒の交点はいっぱい残ってるわけで、多分、本当の無視はできない。例えば、何も関係ない場所にこういう手とか打つっていうのは多分できない気がするね。シンプルに3から3とかね、いう話とか。例えば、飛び3ってした瞬間に、ここで超連筋で耐えるみたいな話はあるかもしれないんですけど、ちょっと怖いな。かなりやりにくい気がする。
なんか23までの手っていうのが、なんか消極的な気はするんだけど、かといって白の手段も簡単ではないなっていう、かなり複雑な局面だと思います。そして白は何をやったかというと、24、25、26、確かに、この3三金を狙いながら、盾を長連にして、咎めましたっていうことですね、やりたいことは。これどうすんだろう。普通に止めるだけだったらこうだけど。あ、打ちましたね。で、28と打って、ここの3三金が残ってるうちに、白はどんどん形を作って、こう、もりもりしていこうってことですね。もりもり形を築いていきましょうという。で、29と。ここ3三金だったんですけど、この手で資産にすることによって解消しました。で、単純にこの資産を止めるだけだったらこうしてなんですけれども、この31っていう手がロケットの剣先で、これを仮にこうで叩くっていうのが、ロケットができた時の対処としては自然な手なんですけど、これがぬるいと見たんですかね。本譜はこうではなく、こうして、こうしてますね。この30っていう場所に伸びたのも多分先に打たれたくなかったっていうことなのかなって思いますけど、この30のね、手の良し悪しはちょっとよくわかんないね。で、この攻防もかなり難しくて、いいのか悪いのか正直よくわかんない。いや、全然こうなって、ここの局面で別の手を打つっていう選択肢もあるから、マジでなんとも言えないな。ただ、なんか白からも早い手が難しいってなると、なんか早い攻めがあんまりないから、なんか明確な後手を引いちゃうと、なんかすぐにこういう手とかが来ちゃうのかな。だから、それにちょっと備えた受けをしたいっていうことなんですかね。なので、こうして、ここに石を入れることによって、上辺に打たれた時のちょっと威力を抑えたっていうことがあるのと、何かの時にこう打たれちゃっても、こういう手で反発できるよっていう風なことを言いたいのかな多分。そういう意図な気がしますね。この30から32っていうのは。わかんないけどね。だから、白からもそんなにすぐ有効打がないと見てるんだよね。この手作りをするってことは。だからゆっくり優位を拡大していく感じですね、お互いに。で、33と打ちました。これはいよいよ、こういう場所に次打ちたいっていうのと、そこに打つにあたって、この10と2のね、連が一応受けに効いてるので、そこをあらかじめ消したっていうことですね。で、34と、これは相手の打ちたいところに受けました。こうなるんだったらちょっと白ペースかな。でも、白もね、白ペースかなっていう気がしなくもないんですけど、なんかね、こういう手とか、なんかもう一手入れば分かりやすいんだけど、これ36とかね、いう手がね、打つ余地があれば分かりやすいんだけど、現状黒番で、34っていうのが別に何もアタックしてないので、ここで黒が自由に手を選べるということで、これで、黒にいい手があると、ダメってわけじゃないな。ダメってわけじゃないけど、そんなに有利とは言えないみたいな。これかなり形勢判断が難しくて、これどっちが有利だと思ってるんでしょうね、これ。打ってるとき。黒が攻めるんだったら、一旦なんかね、タイミングはあるんだけど、こういうところに手を入れるとか、
あとはこういうところに手をつけるとかっていうことで、まあ、受けるんだったら、どこかでここに手をつけるのかっていう感じになるんかなって思います。逆に白も、こういう場所に手をつけられたときに、具体的に勝つ場所っていうのが結構難しくなりそうで、これはこれで、なんか35っていうとか、個人的にいい手には見えないんだけど、まだ攻める余地あるし、別に受けでもすごいこうね、この35が反撃に効いてくるわけでもないから、かなり消極的だなっていう気がするんだけど、ここでじゃあ白が何を打つかって言われると、それはそれで迷うな、みたいな話はあるかもしれませんね。こういう手だったらどうするんだろうね。なんか、まあ、打たれちゃ嫌な場所に先着しとくか、まあ、この辺打たれてもいいよっていう風に、なんだろう、高をくくるんだったら、まあ、いっそこういう場所でね、相手がすごい遅い手を打ってるから、こちらも遅い手で展開しようと。で、35と36だったら、攻め手の価値として36の方が絶対に高いでしょみたいな、そういう主張の仕方をしていきますかね。でも黒もなんかこういう風にじっくり攻められるの嫌だから、35みたいなのは打ちにくい。まあ、だから、まあこういう場所だとちょっと超連気になるから、まあこういう場所とか、まあ、あるいは、まあここ切っちゃって、なんか上辺になんか手をつけていくみたいな感じはあるかも。一回こうとかも全然、でも消極的だな、なんか。こういう手とか。まあなんか39みたいな、あんまりすごい本気で勝ちにいってるっていう感じじゃないけど、なんか白のこう将来の攻め筋を消しながら、こう、攻めていって、まあ道中で優位になれば嬉しいなぐらいの気持ちで打っていくっていうのはあるかもしれない。まあただ、ちょっと変化球的なプランな気がしますね。まあ普通、パッと見える手で打つんだったらこういう手になるんだよね。すぐこう、もうなんか2つ作って強いみたいな。でもこれがどのくらい強いかって言われると、それもちょっと微妙で、本当かなみたいな。本当に強いのかみたいなのあるから。まあでも白も、威力が見積もれないけど、こういうのは一旦嫌だと思うんだよね。どこに受ければいいのかパッとわかんないから。で、本譜は何をしたかと言いますと、35打ちましたね。これ36でどこ打つかって結構大事なんだけど、まあ、普通に打つんだったら、こういう手かな。まあで、勝負するんだったら、こういう手から勝負してくるかもしれないし、ちょっとまだまだこう持久戦気味でいきますよだったら、こういうようなね、手で力をどんどん溜めていくみたいなこともあるんで、そう考えると、36も微妙なんかな。ちょっとこの辺手が難しいですね。いや、この対局全体的に手が難しい。36はこうしました。これはだから、あれですね。次の直接的には次にこういう手を打ちたいっていうことですね。っていうのと、黒はもうなんか下側に攻めてくるのはいいよと。その代わり、なんか上だけには絶対抜け出させないよということを言ってますね。まあ、怖いけどね。なんか、こういうのじゃないわ。こういう手とかね。怖いけど、あとはどっかで、なんかこういう手とかね。いろいろこう黒も攻め筋はあるから、一回だから先にここ打っちゃって、なんか上と下両方いけますよみたいなことをやる可能性もあるし、手広いから、白としても結構勇気がいる手なんですけど、いやこれ形勢どっちがいいんだろうね。なんかどっちもやりたくないですね、こういうレンジね。どっち持つかって言われたら白の方が分かりやすい気がするんだけど、どうなんだろう。でもどっちがね、分かりやすいかだったら白だけど、どっちが有利かって言われると分かんないね。黒の方がちょっと形勢はいいのかもしれないな。これどっちなんだろ
難しい。次の手を見ましょう。37と、これ勝負しましたね。これはなんか下側でかなりいい手があるという見積もりを立ててる感じの手。つまりこれ36を真っ向から咎めに行ってるので、36でこう下側に何もないって言いながら36打ったんだけど、いや37でいや下側で黒勝てますよみたいな感じで言ってるんで、お互いの主張がぶつかり合って、どっちが正しいかみたいなバトルですね。38、これはこの剣先のパワーを使って受けようってことですね。39、40、41、狙いとしてはこうなって、こうして、これが狙いですね。なんだけど、41、42、43、44、45、46と先手で止めたと。なったのですが、47とさらに先手で止めました。これはなんだ？これが、なんかどうやら事件っぽいですね。この47って打っちゃったのが、47なのかどこが事件なのかわかんないけど、とりあえずここに打っちゃったのは事件っぽいですね。どういうことかっていうと、48、49、50ってなった時に、ここ3なんだけど、何が起きてるかっていうと、ここ四式金なんですよね。だから、ここ打てないんですよね、黒。打てないから、51って打った後に、こう打たれちゃうんですね。で、次、これ止めるしかないんだけど、止めると、これね、こうして、落ちチキンなんで白勝ちですということになりますね。で、本譜は52まで、黒投了となりました。だから、ちょっと時間に追われてやっちゃった感じかな。ちょっと惜しい対局でしたね。途中まですごい、見応えがあるっていうか、何が起きてるかよくわかんなくて、個人的にすごい面白かったんですけど、最後に時間に追われてやっちゃった感じがしますね。というわけで、ちょっと途中の形成を、ラップファイで見てみますね。はい、ちょっと調べてまいりました。いや、これすごい面白いな。ちょっと見ていきましょうか。まず、白としては28まで最善の対応をしていますね。で、これ多分研究してんのかなっていう感じがする。これどうなんだろうね。その場で最善を打ったのか研究してるのかわかんないんだけど、個人的な印象だと研究してそうな雰囲気を感じますね。どこまでかはわかんないけど。で、いや、これ面白いなって思ったのは、まず、こうなった時に、まずラップパイの採点だとこうするんですけど、いや、これで、最初にこう話した時はこうするっていう話してたんですけど、こうしちゃうと、この3から積んじゃうみたいですね。これ、なんか積んじゃうみたいなので、白としてはこうしないくちゃいけなくて、で、黒が、仮にこうしてしまうと、これが、ここに首さんがいるので、こうなって、こうして、こうして、これで、積んでしまうようですね。これで仮にこうなって、こうなって、こうっていうのがあるんですけど、ここが四三三なので、こうすると、ここで三三金で負けるということになりますね。なので、この進行が、白勝ちなので、21でこうしないといけないっていうことのようですね。で、これがね、どうやら互角っぽいんですよね。いや、これちょっと見たかったな。これどうなってんだろうな。これもしかしたら、このうちまた前例っていうか、やってくれる人出ないかな、この進行。これが、ソフトが示した互角の進行としてあるようでした。いや全然何が起きてるかわかんないけどね。っていうのが、まず一つ。で、本譜こうなって、いや20っていうのが、この19を完璧に咎める手で、これで白がペースを握っているようですね。で、23、
こも完璧に対応していて、これでラッパイはこう飛び石を打ってこうしろって言ってるんですけど、いや、これ確かに思いつきにくいな。これで、ここの4をね、超連筋にしちゃって、使えなくして、なおかつこっちは30と32の連で、より欲張って攻めるぜみたいなことをすると、優位が保てたということを言ってますね。なんですが、まあ、ただ本譜もね、結構なかなかの進行のようで、30から32、33の時に、ここで、こうしたのが、すごい自然な手に見えたんですけれども、ここがちょっとどうだったのかっていう話がありまして、ここでそのソフト的には互角に戻ったようですね。で、最低は何かっていうと、いきなりこうやって切り込めっていうことでしたね。これをすると、ちょっとなんか、その右が狭いから、これで本当にちゃんと手を作れるのかなっていう話はあるんですけど、ここからこう手を作りに行ってれば、優勢を保てたようです。これも、ちゃんとその後の進行を調べると、ちょっと長そうだから、私はあんまり調べてないんですけど、まあでも確かに自信ないね、黒は。で、35、36。この時点では、どうやらなんか形勢的には、数値では黒がちょっと良くなったらしいのですが、こういう手で。ただ、最後はちょっと、持ち時間に多分、時間切迫に追われてしまって、四死金をうっかりしてしまったようだと思います。そして、最終的に白が勝ったのですが、いや、これすごい面白かったですね。いや、なんかこれだけ見てると結構流行ってもおかしくないなって思うけど、もっとなんか、17がそもそも主流じゃなかったから、こっち打たれるとちょっと厳しいのかな。ちょっとこのあたりは研究してみないとなんとも言えませんね。でも、なんかこの傷見てる感じだと、私がなんか前評判で伺っているよりは、結構もっと打たれてもいいんじゃないかなっていう感じがいたしました。近々ね、チーム世界選手権っていう、世界選手権っていうのは、今は奇数年に個人戦がやってて、偶数年に団体戦がやってるんですが、その団体戦が8月にあるんですけれども、もしかしたらその大会でも、流行るかどうかはわかんないけど、何曲か出てもおかしくないぐらいの戦型だなっていう感じは個人的にはいたしました。というわけで、今回は2026年チームワールドチャンピオンシップ黒ジャオユンさん、白ヘオジョンビンさんの対局を並べていきました。ご視聴いただきありがとうございました。